皆さん、こんにちは。まなみです。この前、免許の更新に行ってきまして、証明写真を撮ったので、その時にしたメイクをご紹介していきたいと思います。ということで、早速メイクをしているところをご覧ください。どうぞ。まずは、こちらの日焼け止めを塗っていきます。スキンアクアのヒアルロンセラム UV SPF50+PA4+です。本当は免許更新の日にこのメイク動画を撮りたかったんですけど、当日ですね、時間を勘違いしていて、出発する時間を30分ぐらい勘違いしていたので、本当にメイクを急がないといけなくて、全然撮影とかできる状態ではなかったんですよ。なので、今撮影しています。で撮影するかも迷ったんですが、その免許更新した日に撮った動画のサムネを撮り忘れてしまって、できれば同じ格好がいいなと思ったので、今同じメイクをしています。免許センターのカメラって結構色が飛んでしまうので、濃くメイクをしたんですが、アイメイクとチークを濃いめにしていきたいと思います。ファンデーションはですね、こちらを使いました。ザ・セムのカバーパーフェクションコンシーラークッションリニュー SPF50+PA4+ です。私は 1.25 のライトベージュを使っています。最近のお気に入りクッションファンデで、カバー力もかなりありますし、持続力もいいので、写真を撮る日にぴったりだなと思って選びました。ただちょっと日焼け止めが乾かないと塗ってもカバー力が低くなってしまうので、ちょっと持ちたいと思います。その間に眉毛を描いていきます。眉毛はジェルスチュアートのニュアンスブローパレット02番ローズピンクシェードです。これさすがにもう廃盤になりましたかね。新しいバージョンが出て、これなくなるのかなと思っていたら公式サイトで結構いつまでも売っていたので、今どうなっているのかわからないんですけど、かなり使ってここまで底見えしています。で、前回も底見え具合をお見せしたんですけど、それよりは広がっていますよね。で、ちょっと眉毛を描いていきますね。まず眉尻を描いて、他の部分を埋めていきます。この日、眉マスカラをしたか覚えていないんですけど、多分したかな。こういう大きい鏡を使った方が全体的なメイクのバランスとかを見ることができるので、普段メイクするとき、私このジェルスチュアートのアイブロウパレットの表についている鏡でパパッとメイクしてしまうこともあるんですけど、重要な日は大きめの鏡で見た方がいいです。で、気持ちいつもより長めに眉尻を描いたんですけど、今日も長めにしておきます。多分眉マスカラはしてるはずだと思うので、使っていきます。ジルスチュアートのムースブローマスカラ08番です。これもなんか息があまりつかなくなってきて、それが逆にちょうどいいんですけど、ベタっとつきすぎなくて。でもそろそろ替え時なのかなっていう気がしてきています。眉毛はできたので、ファンデーションを塗っていきます。今日11月15日土曜日なんですけど、目変わりっていつから始まるんですか？Q10 のサイトとかを見ていると、11月17からいろいろ新商品発売みたいなのが出ていたので、もしかして明後日から始まるのかななんて思っているんですけど、目変わりの時期になったらおすすめできるものが数個あるので撮りたいなと思っているんですが、いつから始まるのかがちょっとよくわかっていなくてまだ撮れていないんですけど、そして来週は私の誕生日がありまして、11月19日が誕生日なんですが、その週にちょっと家を空けるので撮影できないって考えると、いつからなのか早く知っておきたいんですが、もしかしたらこの動画が上がる頃には始まっているんでしょうか？どうでしょうか？で、最近ですね、私、誕生日が近いということもあって、デパコスを爆買いしまして、結構、なんて言うんでしょう、ホクホクと言いますか、久しぶりに大量にコスメを買って嬉しくなっていたんですけど、後でお見せしたいと思います。私の雑談に付き合ってくださる方がいらっしゃったら、最後までご覧いただけると嬉しいです。で、私の写真を撮る時のポイントとしては、これは肌が赤くない方は参考にならないかもしれないんですけど、私はですね、赤みが顔全体にあるんですけど、目の周りって赤みが出ないので、こういう感じで赤みが入ってるんですね。ここら辺が赤いんですけど、この部分の赤みを少し消すだけで肌ムラが均一になる感じ
整ってくれるので、ここ重要ですね。私の中では。で、ここのニキビが今日急にできたんですが、多めに重ねておこうかなと思います。コンシーラーとかを使えばいいと思うんですけど、結構免許証センターのカメラとか照明が強いので色が飛ぶんですよ。でも若干色ムラがあっても飛ばしてくれるので、私はそこまで気にしなくていいかと思ってコンシーラーは使っていきませんでした。で、ここの赤みを消すのと、あと小鼻の赤みと、あと口角のここはくすみやすいので、そこにしっかりめに置いて赤みをカバーしましたね。もう全然時間もなかったのでコントロールカラーを使うとかそういうことはできず、ファンデーション一つでカバーしました。パウダーはこのファンデはエトボスのミネラルシルキーベールとの相性がいいのでこちらを使っていきました。 SPF20PA2 プラスあります。これもうリピートしているものなんですけど、またすぐ底見えしてしまいまして、大量に使うのですぐなくなってしまうんですよね。で、この前の動画でセザンヌのウルフ足上げパウダーを使ってますっていうコメントをいただいて、そういえば私も昔よく使っていたなと思ってリピートするぐらい好きだったので、それを思い出してまた買いたいなって思っているところです。ちょっと Amazon で頼んでしまおうかなと思っているんですけど、あれも私は大量に使っていたのでなくなるのが早かったんですけど、このエトボスほどではない気がします。これ本当にすぐなくなります。でも大量に使いすぎなんですよね。メイク直しでも使えますし、最近はパウダーファンデーションを使うことが多いので、パウダーファンデーションを塗る前にも使っていたりして、1ヶ月ちょっととかでなくなります。でも酸化塩フリーだったりとか、肌がむずがゆい時でもこれを使ったら全然荒れたりもせず刺激もなく使えるのでおすすめのパウダーです。はい、こんな感じかな。はい。で、眉毛も描いたので、アイシャドウですね。後でハイライトとかを入れて凹凸を作っていきます。ハイライトとかシェーディングはがっつりめにした方がいいっていうのをネットで調べて学んでいたので、免許更新の時はがっつりめに入れるのがおすすめです。で、アイシャドウはブラウン系にしようと思ったんですけれども、最近ブラウン系のシャドウの消費期限が来てしまって結構断捨離したんですね。なのでブラウン系のシャドウを全然持っていなくて、スックを使いました。シグニチャーカラーアイズの14番有琥珀っていうアイシャドウで結構キラキラしているのでどうかなと思ったんですけど、これしかないならしょうがないと思って使いましたが、私の出来栄えは良かったのでちょっとお見せしたいと思います。で、ブラウンアイシャドウにするってお話しましたが、最後にピンクを重ねるので結局ピンクブラウン系のアイメイクに仕上がります。まずこの黄色を全体的に塗っていきます。このブラウン系を二重幅に入れます。で、このキラキラのシャドウを全体に入れたんですけど、なんか物足りないなと思って結局ピンクを重ねました。軽く入れて、このペリペラのイージーピンクっていうカラーかなの、このパレット本当に可愛いですよね。大好きなんですが、どっちだったかな。こちらを重ねた気がするんですけど、結構濃いので、こちらをまず重ねますね。すいません。急いでたので、どちらを入れたか忘れてしまったんですが。やっぱり色薄い方だと思います。失敗したら、もう時間がないのでメイクを直せないと思って、明るい方を入れましたね。少しだけ広めに重ねて、目を開いた時でもわかるように入れて、はい。これです、これです。アイライナーはこちらを使いました。キャンメイクのクリーミータッチライナーの15番です。このピンクブラウン系のカラーで、最近は薄めのアイライナーを使うことが多いんですけど、証明写真はしっかりした方がいいなということで、これでアイラインを入れました。引きすぎないぐらいの、このくらい長さにして、ちょっとここつなげて、で、ちょっと爪で伸ばす感じですね。薄くする感じで
描いて、マスカラは最近お出かけの時にハマっているダブル使いをしました。こちらがですね、ヒロインメイクのラッシュハイプのブラックカラーで、これを下地として塗ってから、ニューピンクのこのマスカラ、ロングブラックだったかなのマスカラを使います。これシールベタベタ貼っているんですけど、自分の一番気に入っている色、長さのものをパッと一目でわかるようにしたいなと思って貼ったんですが、いろいろ失敗しまして何個も貼ってしまってベタベタになっております。そう、ビューラーもですね、これ何年も使っていて、最近 YouTube だったか Instagram かで古いビューラーを使っていたら、まつげが全て切れてしまったっていうのを見たんですよ。それが怖すぎて、ちょっと新しいのを買いました。それも後でお見せします。ヒロインメイクを下地として塗って、すぐに U ピンクを塗ります。で、ピンセットでちょっと束感を作ったんですけど、このヒロインメイクの方が乾くのがとても早いんですよ。パリパリになってカールをキープしてくれるタイプなんですが、その分、早くしないと固まってしまってうまくまとめられなくなってしまうので、すごくうまくまとまる感じでもないんですけど、大体でいいので、こんな感じですね。しっかりめにまつげを上げておくと、やっぱり証明写真を撮った時に目力が全然違うので、まつげは持っていきました。私、左の方がなんか上がりづらいなって思っていて、なので、もし証明写真を撮る前にまつげが気になったらビューラーをしようと思ってビューラーは持っていきましたね。やっぱりこの辺りのカールが足りないので後でビューラーを持ち出します。でシェーディングとハイライトをしていきます。シェーディングは最近買ったジュディドールのメリハリマスターパレット 05N エアリーカバートーンを使ってきました。ブラシでこの2色を混ぜて鼻筋を作ったのと、いつもよりは気持ち多めに入れたんですけど、でも実際見ても不自然ではないくらいで入れて、鼻先も入れます。U 字になる感じで入れて、この明るい色を口角とかにもう一度入れておきました。輪郭のシェーディングをやってないなってことに出発前に気づいたんですけど、やる時間もちょっとあったんですが、でもどうせ顔が丸いのは変わらないしと思って、シェーディングはしませんでした。で、その行ってから気づいたのはですね、涙袋全然メイクしていなかったっていうことで、写真を撮る前まで後悔していたんですけど、でもこの免許を5年使うって考えたら、そんなにモリモリじゃなくてもいいのかなと思って、結局写真もうまく撮れたし、いっかっていうことになりました。で、チークは本当に迷ったんですけど、絶対照明で飛ぶよなと思って、明るい色を入れるか迷ったんですが、結局明るい色にしました。このピンクですね。このシピシピのパーレスチークの03番のチーク。明るいチークなんですが、これを大量につけまして。で、つけたんですけど結局照明で飛びました。でもほのかに映ってるかなっていう感じはあったんですけど、なんか、ちょっとなんて言うんでしょう、ピカーン光る感じで映ったんですよ。多分この白身が反射したのかなと思うんですけど。いいのか悪いのかわかりませんが、はい、こんな感じで、実際に見たらちょっと濃いかなっていうぐらいつけまして、明日のネイルの予約の確認でした。はい。で、シェーディング、ハイライトを忘れていたので塗っていきます。最近はこればっかり使っているんですけど、オフラのハイライター All of the Lights っていうカラーです。これのピンクを使いました。ビコンと頬とちょっ
目頭も入れすぎたらおかしいかなと思って少しだけにしたんですけど、こんな感じでポンポンと入れて、なんか眩しくなってきましたか？で、そうだ。鼻はですね、すいません、何度も戻って申し訳ないんですが、鼻のトップはこの色を入れました。こんな感じで、その免許の写真、芸能人の方ってよく載せてる方いらっしゃるじゃないですか。その方たちの写真を見たら、リップは濃いめにしているなって思ったので、私も濃いめにしていったんですが、正解でしたね。で、私はリップで接触性甲子園が出やすいので、私の唇にも合うチフレばっかり使っているんですけど、この550番の色を使いました。かなり明るめのピンクカラーなんですけど、いつもこのケースに入れているんですけど、これを濃くなりすぎないように入れていきました。本当にバーッと塗るとすごくつくので、でもある程度の濃さは欲しいので調整しつつ、輪郭とか気をつけて塗っておかないとはみ出したりするので、ちょっとどのくらいの濃さだったかな。これはちょっと濃いかな。証明写真を撮った日こんな感じでした。で、あと髪の毛なんですけど、私はおでこを出した方がすっきり見えるので、前髪はこんな風に分けて、前回は内巻きにしていったら、少しの差だったんですけど、形が違うのが気になってしまったので、今回はストレートにしていこうと思って伸ばしていきました。ということで、本当にコテでストレートにするだけなので、洗面所でやってこようと思います。ストレートにしてきました。で、私はですね、髪を下ろしてしまうと、ここの大骨の出っ張りとここのへこみが気になってしまうので、髪はこんな感じで両方とも耳にかけます。ピアスはパールのピアスで、前髪はプリウス O で固めたんですが、写真を撮るとき少しこんな感じになっていたので、もうちょっとしっかり固めればよかったかなと思っています。こんな感じで止めていたんですけど、こういう出ている毛は全部落ち着かせて、後ろの毛を全部持ってきすぎるとブワーって広がるので、4分の1ずつ前に出す感じで、はい、こんな感じで撮りました。これでサムネ撮ります。口はちょっと口角上げる感じで写真を撮ったんですけど、もう全然笑ってるような感じではなく、これくらいではい、撮りました。写真的には気に入ったんですけど、自分の顔やっぱり四角いなと思って、本当に他人から見られた時の顔がおそらくそのまま証明写真に載っているんだと思いますが、やっぱり四角いなって思いました。顎がちょっと長いので、こことかにシェーディングを入れたらいいのかな？写真を撮るときは。こことここ入れたら視覚差が軽減するのかなと思います。こんな感じでちょっと今日明るくなったり暗くなったりしていて、色味が分かりづらかったら申し訳ないんですが、証明写真を撮った時の私なりのポイントをいくつかご紹介していきました。そうだ、ビューラーをしていなかったので、こちら側時間があったらホットビューラーとかしたらもっといいかもしれませんね。こちらもしておきましょう。私も証明写真撮る前にもう一回ビューラーをすればよかったかなと思います。すごい上がりました今。メイクをしてから3時間後とか4時間後に写真を撮りましたが、全然崩れていなかったので、このベースメイクおすすめです。動画を終える前に爆買いしたものをご紹介したいと思います。私は高島屋で毎年積み立てをしておりまして、で、誕生月に受け取ることになっているので、それで爆買いをするっていうのが毎年の楽しみなんですが、ようやく出てきました。まずですね、今回購入した中で一番テンションが上がっているのが、このバーバリーのゴッテスオードパルファムっていう香りで、バニラ系の香りなんですけど、私すっごくものすごく甘いっていうのは苦手なんですが、これがですね、バーバリーのチーク
を購入しまして、それを後でお見せするんですけれども、そのサンプルでついてきたのを嗅いでみたらすごく良かったんですよ。ジンジャーが入ってるのかな。香水をよく買う方がおっしゃるには、バニラ系だけど甘すぎなくてすっきりした香りもするし、使いやすい香りになってるっておっしゃっていて、で結構世界中でも人気のある香水だそうなんですよ。でもこのゴッテスがですね、種類が3つあるそうで、普通のパフュームと、あとオードパルファムインテンスっていうのがあるのかな。ちょっとずつ香りが違うみたいなので、香ってみたいなと思って店舗を調べてみたんですけど、伊勢丹新宿か、大阪の高島屋にしかないのかな。私が見たサイト、デパートだとそこにしかないみたいなことが書いてあって、新宿に行けばいいんですけど、あまり家から出たくない人間としては、サンプルで試した香りだし、オードパルファムでいいやと思って、こちらを購入しました。これのね、ちょっと怖い話もメンバーシップの投稿の方でさせていただいたんですけど、これ買ったのを覚えていなくて、また買おうとしていたっていう、ちょっとおバカな話がありまして、それを話していると長くなるので、はい、ちょっと次のコスメをご紹介しますね。どうでしょう、もう動画で出しているかわからないんですけど、ゲラン大好き人間なので、リキッドファンデを2つ購入して、グローと、普通のを買って、パウダーも買いましたし、これすごく大きいんですよ。35g 入っていてシャネルより大きくて、使い切ることはできるんだろうかっていうサイズなんですけど、シャネルと同じで高いけどコスパはいいっていうパウダーですね。仕上がりはとても良くて乾燥しなくて、でも綺麗にマットにしてくれる感じだったので、これも良かったんですけど、それを買いまして、エランのパウダーファンデ、これ、この前使いましたが、カバー力はそんなに高くないんですけど、毛穴カバー力はあるなって感じたパウダーファンデですね。ゴールドのパッケージがゴージャスで、カバー付きです。ただちょっと開けづらいんですけど。以前パウダーファンデをレビューした時に、クリニックのパウダーファンデが毛穴カバー力はあるけど、物自体のカバー力は低いってお話ししましたが、それよりはカバー力がある感じなので、デイリーに使いやすいかなっていう感じです。またレビュー動画も撮影するので、アップした時にご覧いただけたら嬉しいです。こちら、下地も買いまして、私パリオルゴールドスキンが好きなので、そのプライマーですね。を買いました。これまだ使っていないのでいいのかわからないんですけど、レビューしたいと思います。で、あとシャネルのパウダーも買いました。私の大好きなプードルユニベルセルリーブル N の持ち運びバージョンでオンザゴーっていう名前です。色はですね、私の大好きな20番のカラー、ベージュのカラーを買いました。こんな感じになっていて、この穴が小さくて出しにくいっていう口コミを見たので、この発売当初買うのをやめていたんですけど、でもずっと欲しかったので、買ってみようと思って今回購入しました。またね、使ってみて使いづらいのかどうかもお話できたらいいかなと思います。そうで、バーバリーのチーク。これも1回使いました。こういう色で意外としっかりつくので派手なカラーだなと思ったんですけど、付属のブラシでつけると局所的に多めにつくみたいな感じだったので、ふわっとしたブラシで使ってみようかなと思っています。で、バーバリーのアイシャドウも可愛いなと思ったんですけど、どれが似合うかなっていうところで選べなくて買っておりません。こちらクレドポー5点のファンデーションのケースですね。ポーチ付きで、こちらか。セットしようと思います。私はオークル10番を購入しました。パフはついていないのかな？とりあえずセットしておきました。これもまたレビューしたいと思います。次もこれケースだと思うんですけど、コスメデコルトの全ウェアパウダーファンデを買いました。レビューしてくださいっていうコメントもいただいたんですけど、ようやく購入できたので動画にしますね。お花の柄が可愛いケースで N16 番を購入しました。こんな感じでセットできたんですけど、このプラスチックがくっついているのがありがたいです。どこかに飛んでいったりとかしないですし、いいですね。そうだ、あとスックも購入したんですよ。スックのケースとこんな感じで入りました。あと資生堂の先ほどお話ししたビューラーを新しく購入して、やっぱり新品だとここの硬さとかが全然違いますね。このブラシがずっと欲しくて、アイラインを引いた後にぼかす用に使ったりとか、
アイシャドウを取ってアイラインとして使ったりとかもできますし、涙袋の影を作るのとか、すごく万能に使えるみたいなので欲しかったんですよ。腰も硬すぎなくて目元が痛くならないような柔らかさですね。良さそうです。あともう一つが前から欲しかったコンシーラーブラシです。こんな丸い形のブラシで、これも肌当たりいいですね。もうちょっと硬めなのかなと思っていましたが柔らかいです。あまりコンシーラーは使わないんですけど、でもこれ良さそうだなと思って使っていこうと思います。とりあえず今回購入したものは全てご紹介できたかなと思うので、ここで終わりにしたいと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。